不動産屋さんの階段にようこそ。この世には人の命を引き込む土地があるのか、人がその地をあの世の入り口と考えるのか、もしくはそこを人生の終焉の地として選ぶのか、そのどれなのでしょうね。さて、これは土木建築の会社にお勤めの男性、仮名ですが佐藤さんが若い頃に体験したお話です。当時佐藤さんは山梨県内の仮名ですが和田建設という会社に勤めていました。それは今から数十年前のこと。その日は朝から県内では大雨が降っていたそうです。台風がだいぶ近づいてきていたので、こういう日は土木工事の現場は休みになります。でも明日台風が上陸する可能性があるので、今日中に佐藤さんは御殿場の現場に視察に行かなくてはなりませんでした。それでも現場ですから2トンダンプを運転していかなくてはならず、朝からその用意でガタガタしていました。その上他県の他の仕事もあり、気がつくと朝出発するはずが午後にずれ込んでしまいました。すっかり遅くなっちまったと今からこの雨の中現場に向かうのがうんざりでした。悪天候ですからダンプは平時よりもゆっくり慎重に走らせなくてはなりません。それでも佐藤さんはタバコをくわえながらダンプで進み、まず県道を出ると精進湖線の道に入ったそうです。その道は天気の良い日には見事な富士山の姿が見られるのですが、あいにくの大雨ですから霞がかかり灰色の空だけでした。地元の山梨放送のラジオを聞きながら富士吉田の市街を抜け、さらに籠坂峠を登っていき、ようやく午後4時近くに佐藤さんは御殿場の現場に到着したそうです。現場では早速図面に基づく測量の確認や施工主との見積もりの最終確認などをして、なんやかんやで時間が過ぎ、ふと気がつくとラジオからは夕方のニュースが流れていました。佐藤さんはもうこんな時間か、早く帰りてえなと内心思いながら急いで残りの仕事を終えました。そしてまたタバコに火をつけ缶コーヒーを飲みながら、やれやれやっと帰れるとほっとし、ダンプに乗り込む頃には雨が一旦小降りになっていたそうです。小康状態の今のうちにとすぐダンプを発進させると、突然また激しく雨が路面を叩きつけてきました。フロントガラスのワイパーが雨に追いつかずにキュッキュと小刻みになっています。外から叩きつけてくる雨音でラジオもよく聞こえず、佐藤さんは聞くのをやめたそうです。そうこうするうちに帰りは籠坂峠を下っていき、雨で煙る山中湖畔を走っていました。もうすでに夏の黄昏時はとっくに過ぎ、富士吉田を通過して辺りがすっかり暮れた頃、佐藤さんのダンプは大雨の青木ヶ原を走っていました。周りは延々と広大な森に覆われ、土砂降りの木々のせいか、いつもよりすべてがどんより暗く感じたそうです。それはまるで異世界に迷い込んだようで、現実感がありませんでした。時々対向車のヘッドライトに照らされて、佐藤さんははっと我に返りました。すると佐藤さんは急にトイレに行きたくなったそうです。御殿場を出るときに少し慌てていたのでトイレを済ませておくのを忘れていた上、今さっき缶コーヒーを飲んだので催してきました。しまった、さっき富士吉田あたりでコンビニに寄ればよかったなと思いましたが、ここはあの青木ヶ原を走る一本道ですからトイレなどはなく、佐藤さんは我慢するしかありませんでした。もう少し走ればコンビニか公衆トイレがあるのではと思いましたが、無情にも左右の道路沿いは
暗黒のうっそうとした森が続くばかりでした。その両脇の真っ暗な異世界のような森と現実世界の境にあるガードレールは時折途切れるところがありました。その途切れたところからは樹海の奥につながる真っ暗な道が伸びていたそうです。するとトイレを探している佐藤さんの視界の右端にふと黄色い何かがちらっと見えたように感じました。気のせいだろうと深く考えずにダンプを走らせていると、また道路の右側の森の木々の間にちらっと黄色い何かが目に入りました。おや、まただ、なんだろうとなんとなく妙に感じました。大雨の中ですからあまり脇見をしないようにしていたのですが、佐藤さんは少し気になっていました。しばらくしてもその黄色いチラチラと見える何かは佐藤さんのダンプを追いかけるように右の森の奥から見えていたのです。佐藤さんは、はて、雨風でビニールシートか何かが飛ばされてきてるのかなと思いました。でもその黄色いものは確実に佐藤さんのダンプについてきていたのです。それも樹海の森の木々をかき分けるようにちらちらと並走していたそうです。佐藤さんは、あの動きはどう見ても人間だな、そう思いましたが、でもそんなわけがないとすぐ分かりました。いつもよりはゆっくりでしたが、ダンプのスピードに並走してついてくることは人間技ではありえません。それもこの大雨の樹海の木々の間をかき分けて猛スピードで走るのは不可能です。佐藤さんは冷静になり、やっぱりビニールシートか何かだろうと考えて水しぶきを上げながらダンプを走らせていきました。ところがそう自分に言い聞かせた矢先に、やはり視界の端に黄色い何かがくるくると回るように動いて追いかけてくる様子がはっきり見えたのです。するとそこに対向車が向かってきました。そしてすれ違いざまにヘッドライトにそれが照らされると、その瞬間黄色いものはさっと暗闇の中にかき消えていきました。佐藤さんは、あれ消えたと思ったのですが、なぜかほっとはできず気になったままでした。ただそれよりも長くトイレを我慢していますから、だんだんお腹が痛くなってきたそうです。これはまずいと思った佐藤さんはトイレを探すのを諦めて道路脇の木々に隠れてトイレを済ませようと思いました。その時不思議ですが、佐藤さんはふと、あの黄色い何かが見えないうちに用を済ませようと思ったそうです。心のどこかであの黄色いものの得体が知れないことが怖かったのです。そこでダンプを道の路肩に斜めに突っ込んで止めました。ダンプから降りると外はザーザー降りでしたが、車から少し離れた道路脇で用を足すことにしました。土砂降りで濡れながらですから早くしなくてはなりませんが、そんな時に限ってトイレを我慢していたツケで長く時間がかかりました。辺りはザーザーという雨音だけが聞こえ、暗闇の中にぼんやり森が見えていました。そんなさなか、佐藤さんは突然妙な気配を感じ、はっとして森の茂みに目を向けたそうです。するとあのさっきの黄色い何かが、今度は目の前の樹海の暗闇からくるくると奇妙な動きをしながら佐藤さんの方に向かってきていたのです。あ、また現れた、やばいと佐藤さんは震え上がりました。その動きは確かに人間のようではありましたが、大きく違和感があったのです。その黄色い得体の知れないものが近づいてくるにつれ、佐藤さんは自分の身に危険が迫っている感覚がしました。
急いで用を終えると、すぐこの場から離れようと後ずさりしました。車が駐車してある方に向かいながらも、恐怖で佐藤さんの視線はその黄色いものから離せませんでした。すると徐々にその黄色いものの正体が現れてきたそうです。それは真っ黄色の雨がっぱを羽織った男の姿をしていました。その男はついに佐藤さんから5メートルほどしか離れていない足の茂みをかき分けながら目の前に姿を現してきました。その瞬間、佐藤さんに戦慄が走ったそうです。こいつは生きている人間じゃない、そう思いました。頭はすっぽり雨がっぱのフードをかぶっていたのですが、その顔の部分だけが真っ暗でした。まるで顔を黒く塗りつぶされたように見えなかったのです。佐藤さんは足がすくみ、ダンプの運転席によじ登る余裕もなく、とっさに荷台のバールをつかんで雨がっぱの男に向かって身構えたそうです。するとその男は何も動じず、ゆっくりとかぶっていた雨がっぱのフードを外していきました。佐藤さんは驚愕して声も出ませんでした。なぜならその男は顔がなかったのです。こいつ顔がない。いや、顔がないんじゃない。こいつは頭がないんだ。と気がつきました。フードを外した首から上は真っ暗で、周りの森の闇が見えるだけだったのです。恐怖でパニックになった佐藤さんは、バールで応戦するなど愚の骨頂なことに気づき、すぐにダンプの運転席によじ登ったそうです。震える手でエンジンをかけ、急いでバックにギアを入れて、その場から車を出そうとしました。ところがこの大雨でタイヤがスリップし、ゴーゴー音を鳴らすばかりで路肩から出ることができません。佐藤さんは焦って何度もエンジンをふかしましたが、出られずに悪戦苦闘していると、いつの間にか黄色い雨がっぱの男がダンプの真正面に立っていました。首のない胴体だけの男なのに、佐藤さんには男が自分を嘲笑っているのが分かりました。佐藤さんは恐怖から思わず「畜生!」と大声で叫ぶと、一瞬理性を取り戻したそうです。そうだ、バックがダメなら前進してみればいいんだ。そう思い、ヘッドライトをハイビームにしてローギアに入れ、一か八か前進しようとしました。でもその間も頭のない雨がっぱの男はフロントガラスの前に立ちはだかっています。この化け物めと叫びながらダンプを前進させ、再度バックギアに入れ直し、勢いよくバックすると、ずるずるスリップしながらもアスファルトの路面に後輪が乗ったそうです。佐藤さんは「やった!」と叫び、クラクションを目いっぱい鳴らしながら車体を完全に道路の上に乗せました。その瞬間、佐藤さんは冷静になり、自分は黄色の雨がっぱの男を引いてしまったなと思い、路肩をすぐ確認したそうです。するとたった今ダンプが止めてあった場所に、頭のない黄色い雨がっぱの男は依然として立っていました。佐藤さんはその後、一目散でその場を走り去ったことは覚えていました。でもどうやって会社に戻ったかは全く記憶がなかったそうです。佐藤さんは会社の同僚たちにこの話をしたのですが、同僚たちは青木ヶ原で命を絶った人の幽霊だったんだろうと言いました。でも佐藤さんは、いや、あれは幽霊じゃなかった。人でもない何かだった。そう答えたということでした。
ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。